皆さんこんにちは。タイアクアリウムチャンネルです。私の家では現在8本の水槽を使って合計15匹のアロワナを飼育しています。2023年10月にアクアリウムルームツアーということで自分のアクア部屋の紹介をしたのですが、現在2ヶ月経った2023年12月末ですが、変化点などがありますので、今回はその更新版ということでご紹介をいたします。現在の水槽の数は合計で8本の水槽を使っています。水槽のサイズは3種類持っていまして、幅1500、奥行き500、高さ600ミリが1本、幅1500、奥行き500、高さ500が5本、そして幅900、奥行きが500、高さが500のものが2本あります。これらの水槽はすべてチャトチャックマーケットというタイ最大級の集合市場の中にある水槽ショップでオーダーした水槽です。このショップでは一定のサイズの水槽の在庫は常にストックしていますので、水槽の在庫があれば即日配送をしてくれます。チャトチャックマーケットを紹介した動画もありますので、概要欄に URL を貼っておきます。まだご覧になられてない方はぜひ一度ご覧ください。それではここからそれぞれの水槽で飼育をしている魚をご紹介していきます。1本目の水槽ですが、水槽のサイズは幅1500、奥行き500、高さ500ミリの水槽で、この水槽では紅龍を単独で1匹飼っています。この紅龍は2023年9月から飼っていますので、現在4ヶ月目でだいたい25センチぐらいの大きさです。餌はメインとして人工飼料を与えています。人工飼料に飽きて食いつきが悪くなってしまった場合は、冷凍のエビか生きたエビもしくは小魚を与えるようにしています。この紅龍の成長記録も動画で更新をしていますので、概要欄に URL を貼っておきます。こちらが2本目の水槽になりますが、水槽のサイズは幅1500、奥行き500、高さ500ミリで、この水槽では化石金龍を1匹で飼っています。購入をしたのは2023年9月で、現在こちらも4ヶ月目でだいたい30センチぐらいの大きさです。この子は購入した時の大きさが20センチぐらいで、割と成長した状態で購入をしています。混泳仲間としては魚ではないんですが、すっぽんもどきを1匹入れています。餌に関してですが、人工飼料を与えようとしているんですけれども、この子だけはどうしても人工飼料に興味を持ってくれずに、代わりに冷凍エビか生きたエビを与えています。こちらが3本目の水槽になります。水槽のサイズは幅1500、奥行き500、高さ500ミリで、この水槽では化石金龍のブルータイプを飼っています。この子を購入したのは2023年11月なので、まだお迎えしてから1ヶ月も経ってないような状態です。購入した時の大きさが20センチぐらいで、この子も幼魚ではなく、ある程度成長した状態で購入をしました。この水槽の方も混泳仲間としてすっぽんもどきを1匹入れています。餌は人工飼料をメインで与えていますが、あまり人工飼料への食いつきが良くないときは、冷凍エビか生きたエビもしくは生きた小魚を与えています。
続いてこちらが4本目の水槽になります。水槽のサイズは幅1500、奥行き500、高さ500ミリで、この水槽では化石金龍のブルーベースタイプを1匹で単独飼育しています。購入をしたのは2023年10月で、現在約2ヶ月目となります。迎え入れた時の大きさがだいたい15センチぐらいで、現在は約20センチぐらいのサイズとなっています。この子の餌も人工飼料をメインで与えていて、たまに生きたエビを与えています。12月になってからこの水槽をセパレーターで分けて他の化石金龍と一緒に飼ってたんですけれども、ある日そのセパレーターが外れてしまいまして、2匹がご対面となってしまいました。夜と朝で1日2回水槽の様子を確認しているんですが、夜中にセパレーターが外れてしまったようで、明け方に確認をしたところ、バチバチにやり合った痕跡が残っていました。この子は尻尾の部分をかなり噛まれてしまったようで、尻尾がだいぶ切れてしまっています。現在セパレーター越しの混泳はもうやめて、単独飼育に戻してこの子の回復を待っています。そしてこちらが5本目の水槽になりますが、水槽のサイズは幅1500、奥行き500、高さ600ミリの水槽で、この水槽が、我が家の唯一のアロワナ混泳水槽にしています。この水槽で飼っているアロワナは、化石金龍が1匹、高石金龍が5匹、そしてシルバーアロワナが2匹で合計8匹のアロワナを混泳させています。あとおまけでこの水槽の中ではパロットを3匹と錦鯉を5匹入れています。餌に関してですが、この水槽では餌は人工飼料一択にしており、生け餌は今のところ与えておりません。他の YouTuber さんもおっしゃっていますが、混泳の良いところっていうのは餌への食いつきが良くなるっていう点かと思います。もたもたしていると他の魚が食べてしまいますので、好き嫌い言わずにみんな人工飼料をバクバク食べてくれるので、非常に管理が楽です。こちらの混泳水槽の成長記録も動画で更新をしています。概要欄に URL を貼っておきますので、まだご覧になられてない方はぜひどうぞ。6本目の水槽ですが、水槽のサイズは幅1500、奥行き500、高さ500ミリで、こちらの水槽では紅龍のベビーを単独1匹で飼っています。お迎えしたのは2023年11月で、お迎えしてからまだ2ヶ月目です。お迎えした時の大きさが8センチぐらいで、現在ようやく12センチぐらいまで育ってきました。この子の購入当初は90センチの水槽で飼い始めたのですが、先週150センチの水槽に引っ越しをしました。まだベビーということもあるかもしれませんが、かなり臆病な性格で、カメラを近づけると水槽の隅の方で固まってしまいます。餌は冷凍のエビか生きたエビを与えています。人工飼料を数回与えたことはあるんですが、興味がないようでまだ食べてくれないので、もう少し成長するまではエビで育てていこうかなと思っています。こちらが7本目の水槽になります。ここから水槽のサイズが少し小さくなります。この水槽のサイズは幅900、奥行き500、高さ500ミリで、この水槽では化石金龍を単独で1匹飼っています。この子は左の胸びれを手術した過去があるということで、売れ残っていたのを格安で購入しました。
迎え入れた時の大きさは25センチぐらいで、2023年12月購入なので、うちに来てからまだ1ヶ月も経ってない状態です。この子はもともと3本目の 1500mm の水槽をセパレーターで区切ってブルーベースと一緒に飼っていたんですが、ある日セパレーターが外れてしまいまして、ブルーベースとガチンコファイトになってしまいました。相手のブルーベースも尻尾が傷つきましたが、この子の方も腹びれをかなりやられているようで、自然に治るかどうかが不安です。この子の餌に関してですが、人工飼料を基本として与えまして、たまに生きたエビを与えたりもしています。今は90センチの水槽で飼っていますが、もう少し成長をして窮屈になってきたら水槽のサイズアップを行う予定です。これが最後の水槽になります。8本目の水槽のサイズは7本目と同じく幅900、奥行き500、高さ500ミリのサイズで、この水槽では化石竜のブルーベースタイプを飼っています。この子は生まれつき尻尾の形が異形となっていまして、ボディの太さに比べると尻尾の部分が急に細くなっています。ボディが異形だと一般の価格では売れないようで、売れ残ってしまっていたところを格安の価格で引き取らせてもらいました。デリケートな性格なのか、カメラを近づけると水槽の奥の方で固まってしまいます。餌は人工飼料を全く食べようとしないので、冷凍のエビか生きたエビをこの子には与えています。この子ももう少し成長の様子を見て、窮屈になってきたら水槽のサイズアップをしようかなと思っています。ちなみに7本目の水槽の手術経験のある化石竜と、この8本目の水槽の異形のブルーベースは訳ありアロワナということで、先日動画をアップしております。概要欄に URL を貼っておきますので、よろしければこちらもご覧ください。水替えは週末の休みの日に8本の水槽の水替えを一気にやっています。1回の水替えでだいたい3分の1の水の量を入れ替えて、フィルターのスポンジの交換などをしています。本当は週に2回水替えをやりたいところなんですけれども、年末の忙しいのが続いてしまっていまして、今は週に1回の頻度となっています。今回は更新しました私のアクア部屋の紹介をさせていただきました。この部屋はもともと趣味で作った筋トレ部屋の空いていたスペースに水槽を置いて、半分筋トレ部屋、半分水槽部屋にしています。現在はスペース的にもう手狭になってしまっていますので、しばらくはこの8本の水槽で管理をしていく予定です。ただ気が変わればスペースを探して今後また水槽を追加するかもしれません。何かまた変化があれば更新動画をシェアさせていただきますので、チャンネル登録いただけますと嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。